Today's title is Pray if you are in trouble. Here we go. Hi, this is Yasuyo. I'm a Life Soul Designer. Today's topic is 困った時の神頼みです。純子ちゃんよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。さて、今世界は困った状態になってると思うんですけど、聞いている皆さんはどうでしょうか。まあね、その聞いてくださってる場所でいろんな状況になってると思うんですけど、はい、ここ日本では、なかなかの困った状態になってるよね。そうですね。だからみんながそのどの情報を選んで何を信じたらいいのか、本当に、一つのこととっても言ってることがバラバラすぎて、何が正しくて何が正しくなくてってもはや本当に分かんなくなってきてますよね。そうですね。他の国は、なんか海外のねいろんなニュースみたいなのを見たりするんだけど、でも全体的にそうかな。やっぱりいろんな国で、住んでる人とつながってるのもあるんだけど、やっぱりそれぞれの国でちょっとこう不信感じゃないけど、結局どうなってんのみたいな、っていう感じに皆さんがなってるんじゃないかなと思って、じゃあこういう時って何を信じればいいのだろうっていうふうに私も改めて考えてみたんですけど、そうするとやっぱりもう目に見えない力に頼らざるを得ないんじゃないかというか、っていうふうに思ったので、今日この話をしようかなと思いました。で、神に頼むというか、神に祈るっていうこの行為、このことっていうのは、世界でどのようにどんな風に行われているのかは多分各場所で違うだろうし、各個人個人で多分違うと思うんですけど、でもその、国問わず、宗派問わず、どの神様がとかいうそういうのも問わずして、祈るっていうこの行為のエネルギーについてちょっと伝えてみたいなと思ったんですけど、そもそもこの祈りのブームっていうのが、今からね10年ぐらい前に、1回あったんですね。で、これ知ってる人も知らない人もいると思うんですけど、もう一度伝えると、この祈る力というのがそんな奇跡を起こしていくっていうことを、科学的データに基づいてそれをアメリカが、主に実践したんですけど、エビデンスを100とか200とか取ったのかな、症例としてこういうケースではじゃあこう祈るとどうなるかとか、ああいうケースではこう祈るとどうなるかっていうのを100とか200の事例でエビデンス取ってったんですけど、全部本当に信じられないぐらいの効果があったんですよ。例えばそうだな、例えば植物に対して一つの植物に対して、みんなで感謝の祈りとかを捧げると、やっぱりその植物だけがもうすごいこう健やかに大きく伸びるっていうデータもたくさんあるんですね。で、人に対しては例えば痛みとかちょっとこう病気になられてる方に対して、みんなで祈ったら回復力が圧倒的に上がったとか、数値が整ったとか、だからこれを実際ね病院でも使っている場所もあるそうなんですよ。
日本ではないかな、どうなんだろう。うん、アメリカではあります、実際に。うん。うん、それぐらい、なんだろうな。治療という名の一つのやり方として、祈ってあげるというか、みんなで祈るっていうその行為そのもので、免疫力とか、その回復力、うん。細胞レベルがこう整っていくっていうことが、臨床で取れたっていうのが今から、10年ぐらい前かなに盛り上がったんですけど、純子ちゃんそれ知ってました？直接は知らないですけど、うん。マインドフルネスとかヨガとか、もともはい。とはなんか東洋の思想のようなもの、結構アメリカでなんかうん。サイエンス的にこう証明されて、なんかポピュラーになるみたいな流れが結構あるから、そういう感じあ、かなとそうです。そうそう思いまそした。うん。う。うん。東洋的なものってエビデンスをなかなか取らないものなんだけど、うん。西洋のアメリカはそれを全部、エビデンス取ってみるんですよね。アメリカうん。ってそういう国だから。うんうん。うん。で、それで、例えばヨガとかマインドフルネスだったら、なんだろうな。何が良くなるんだっけ？精神的な、うん。数値が安定したりうんうん。するんだよね。うん。うん。なので、その目に見えてデータに現れたっていうことで、そのブームになっていくっていうのとすごく似ていて、この祈り、でも祈りはブームになりきらなかったですね、結局は。まうん。だね。そうね。でも、うんうん。私は、自分の何か行為をするっていう、いろんな自分がアクションを起こしていく中では、うん。この祈るっていうことって、かなりダントツで大事にしてる部分で、うん。うん。で、みんな困ってないときは、あんまり祈りって関係ないような感じもするのかなと思ったんだけど、うんうん。今のこの時代が大きく変わろうとしているこのタイミングに、もう一度この部分に立ち戻ってみるっていうことを皆さんにお伝えしたいなと思ったんですね。はい。うん。で、じゃあ、どのように祈ったらいいのかってことなんだけど、うん。うん。祈る時って今までだったらどんな感じでした？日本ではほら神社行ったり、うんうんうん。ね、するじゃないですか、よく。うん。うん。そういう時って今までなんかどんな風にお祈りってしてた？なんか、これうん。が叶いますようにとうん。か、そういう感じ？うん。うん。そっか。うん。なんかこう、受験合格しますようにとか、うんうん。あとなんか仕事が採用決まりますようにとか、うん。うん、なんかそんな感じだよね。うん。そう。で、そのやり方も別に悪いことでも何でもないんだけど、うん。もしこれを聞いてくれてる人で、じゃあこの祈り、今こそ、もう今みんな困ってるし、先行きが不透明だから、うん。じゃあこの祈るっていう力を自分に取り込んでみたいと思った人がいたら、どんな風に祈ったら一番効果的かというと、あの、自分も含むすべての人が、やっぱりこう、ベストな、流れにきちんとなっていくようにっていうさ、その全体性を祈るっていうのがすごく大事なんですね。うん。うんうん。なので、あの、自分のことを外してとかそういうことじゃなくて、うん。自分も含むすべての人々がこの困難を乗り越えられるようにっていうところを祈ることと、あと、プラス自分の個人的な祈りっていうものを足すことで、この祈りの力ってすごい大きく大きく自分に作用していくので、うんうん。どんなにエビデンスが出てたとしても、祈ったから、はい、すぐ何か変わりましたとかいうわけじゃないんだけど、うん。だけど、この一つの、なんていうの、自分のために、あとこの今、コロナで世界中が、困惑してる状態の中で、こう祈ってみるっ
っていうこの行為をなんか自分の中に取り込むことによって、うん。なんて言えばいいんだろうな。なんか一つの軸みたいなものができてくるから、うん。あんまり外のなんかいろんなその壊れていくものとか、今まで通りにいかなくなっていくものに対して、あまり揺さぶられなくなってくるっていうのが私は大切だと思うので、うんうんうぜん。ひこの生活に、祈りを取り込んでほしいなと思うんですけど、はい。これって純子ちゃん言われたらどうですか？祈うん。りとか。まあでも今私たち一緒にお祈りしてるからあれだけど、そうですね。うんうんえ、うん今は、うん。うん。祈っといた方がいいなって。祈で祈っといも、た方がいい。うんその方がなんか自分一人で頑張らなくていいみたいな、なんかうん心強さがあって、うんうん。でもちょっと前だったら私悩むのに忙しくてそんな時間ないのって思ってました。そうだよね。もうん。うそんなことよりどうにか早くしなきゃいけないし、目の前そう。のことを片付けなきゃいけそうそう。ないし、そうそう。うん。うん。そんなゆとりも余裕もないですみたいなね。うんうん。うん。でもね、そんな人こそやってほしいんですよね。ほんとですよね。うん。うん。そう。だって、時間的に言うと、本当に2、3分とかでいいんですよ。うんうん。うんうん。まあ、だけど、あれだよね、悩んでる人とか、困ってる人って、その時間すら取れないぐらい余裕がないんですよね。そうですね。そうかもしれないけど、まあ、これを聞いたってことは、なんかそれ自分の人生にちょっとプラスしていくとどうなるかっていうことを、うんうん。本当試しにでいいのでやってほしいんですよね。うん。うんうん。本当お試しでいい。うんうん。うん。私の言うことを信じるとか信じないとかそういうことじゃなくて、自分のために、試しにそれを取り込むことでどんな変化があるのだろうかっていうか、うん。うん。そんな気持ちで、本当にお試しでやっていただけたらすごい嬉しいなと思うし、うんうん。うん。もちろんこれをやることで、私の経験上、今までにない、安心感とか、うん。例えば奇跡的な、なんていうの？こういう風に解決していくんだとかさ、うん。自分が想像できないような運びになったりとか、うん。うん。そういうこといっぱいあるんですよ。うんうん。だから、自分でどうにかしなきゃってやっぱり私たちってついつい思いがちなんだけど、うん。祈るっていうその目に見えない力に助けを求めるというか、うん。それをすることで自分が予想つかないようなこの運びに持ってってくれるっていう力が祈りにはあるので、うん。ぜひそれをやってほしいなと思って今日はこれを話しました。どうだろう？抵はい。抗ある人いるのかな？どうかな。どうかな。まあなんか、神様を信じてほしいとか、そういう話でもないんですけどね。うん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 。もっともっと全体を作っている、クリエイトしているものに対する、その、祈りっていうことなので、うん。うん。でも今のこの時期だったらちょっと、何かに助けを求めるっていうことはうん。したいよねと思うので、そうですうん、ね。そうですよね。うん。だからこそ、国問わず、その何か目に見えないものに、その自分の思いを祈ってみるっていうことをやってみてほしいなと思います。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。Okay, so we provide intuitive consulting content here. If you like it, please click like and subscribe buttons. Also, write down some comments, please. Thank you.